こんにちは、モネです。今日の動画は購入品紹介。最近買い足した文具たちをお披露目していきます。皆さんが最近買ったアイテムもよかったらコメントで教えてくださいね。紹介したアイテムは概要欄に URL 付きでまとめておきます。それでは楽しい手帳時間行ってみましょう。まずはこちら。スタンプマルシェさんの手帳スタンプミニ選べるアソートセットの収納ケース付きです。1セットあたり税込み3500円。持ち手のサイズが縦横 10mm で高さが 15mm。約700種類もある絵柄の中から好きな絵柄を9つ選びます。700種類はね、ほんとエグかったです。どれにしようかほんと迷っちゃいますよね。迷った結果、1セット買うつもりだったんですけど、2セット買っていました。私が購入したのは、24番の映画、28番の手帳、29番のパソコン、53番の体温計、74番の美容室、78番のポスト、134番の会議と210番のじょうろと242番の積んどく、264番の脱毛、301番のオムライス、303番のモーニングセットで522番のスキンケアと552番の美術館で、あと577番のトレーニングと608番のワインで616番のハンドケアと680番のペイントの合計18個です。本当のところはね、もっとね欲しいんですけど、2セットでどうにか我慢しました。本当にね買ってよかったアイテムなんですが、人によっては使いづらく感じる部分がありまして、そこもねちゃんと紹介しておこうと思います。実はですね、持ち手部分がちょっと短いんですよ。手帳の相棒の持ち手が 2cm くらいなのに対して、スタンプマルシェの方は 1.5cm、 そしてケースの下側の高さも 1.5cm なので、スタンプがねめちゃくちゃ取り出しづらいです。この 5mm の差がね結構でかかったですね。使うスタンプ以外を手で押さえてひっくり返して取り出す時もあります。ここだけはどうしてもちょっとね不便だなって感じてしまっています。でもこのケースに入ってるからこそ私はこの商品を買いました。手帳の相棒シリーズと同じケースなので、使わない時は綺麗に重ねて収納できるのが本当にねいいです。しかも必要な絵柄だけが購入できるのも本当ありがたい。スペースに合わせてあと3セットを購入しちゃいそうな予感がします。お次はこちらのノート。トラベラーズファクトリーさんのスパイラルリングノート B6、ペーパーポケットのものと窓付き封筒です。お値段はどちらも660円。ペーパーポケットの方はサイズが A5 スリム、A6 スリム、B6 の3サイズ展開になっています。私は今回 B6 サイズを購入しました。窓付き封筒の方は B6 サイズのみです。ペーパーポケットノートはですね、すべてのページが紙のポケットになっているノートです。私はこれをシール収納にしようと思って購入しました。今まではハイタイドのレシートホルダーを使ってたんですが、シールを買うことが結構増えて、レシートホルダーのポケット数だとちょっとね心もとないなって思って変えることにしました。レシートホルダーはフレークシールのようなバラバラとしたものがこぼれ落ちちゃわないので使い勝手はいいんですが、見つけやすさ的にはちょっと不便でして、ペーパーポケットノートはポケット部分が半分顔を出す形なので見つけやすさがね段違いでした。同じような用途で使いたい人は
あくまで家で使うようだと思った方が良さそうです。フレークシールのような細かなものだとカバンの中で散乱する可能性は高いです。外に持ち出すことも考えている人は一緒に買ったこちらの窓付き封筒の方が良さそうです。やっぱね、上に蓋がついてるのでばらまく心配はなさそうですよね。封筒を開けなくても窓がついてるので中身も一目で確認できるのもいいところです。お次はこれ、イージーリブ55っていう中国の会社なのかな。そこの多機能万年カレンダーです。お値段は2550円でした。一生使える万年カレンダーとペン立てが一緒になったものです。昨年は友人のイラストレーターさんの卓上カレンダーを使ってたんですが、今年は作らないということで何にしようか迷ってたんですよね。さらに机周りの収納を増やしたい気持ちもあってこれを選びました。この磁石でくっついているダイヤルが月を表して銀のフレームを合わせることでカレンダーになります。ウォールナットの焦げ茶に黒の文字盤がとても好きな組み合わせでデザイン的にも大満足。ちょっとね残念だったポイントもあります。といっても木製の卓上万年カレンダーはもっと値が張るものが多い中、2550円とリーズナブルに手に入れられたのは本当に満足ですよ。ただもし見てて欲しいなって思った人には知っておいてもらいたいところがあるのでお伝えしておきますね。まずはダイヤルの表示値っていうんですかね、この焼き印がずれてるのは残念でした。数ミリの差なんです。あと数ミリ左だったらなーなんて思ってしまいました。きっと綺麗に刻印されてあるものもあるとは思います。私がネットショップで買ったのでこれはねちょっと運ですね。そして日曜始まりしかないので注意が必要です。私は普段月曜始まりの手帳を使っているので日曜始まりなのがちょっと慣れません。できれば揃えたかったところですね。本当私の確認不足なだけなんですが、当たり前のように月曜始まりが届くと思っていました。ちゃんと見なきゃダメですね。現物を手に取るって本当大切です。でもデザインも可愛いしペン立ても増えて私は大満足です。次に紹介するのはこちらの緑の日記。3年連用の扉は茶です。お値段は税込み3410円。茶色のカバーに金のデザインが重厚感があります。サイズは高さ 185mm、横 117mm、厚さ 25mm で、使っているバイブルサイズのシステム手帳と近いサイズ感なので机に並べておいてます。収まりがいいですよね。中の紙は MD 用紙。シンプルを追求した書くを楽しむMD 用紙なので書き心地がいいですね。中身のデザインは全体的にナチュラルです。月ごとに変わる扉とインデックス。日記部分は5行とたっぷり書けます。もちろん1日1ページの日記の方がたっぷり書けますが、去年の自分に出会える連用の日記が何より良かったので、日記始めるなら連用日記がおすすめですよ。そしてここでお気づきの方も多いかと思いますが、昨年まで5年の連用日記を使っていました。その日記どうしたのと気になる人もいますよね。そう、まだ途中です。5年使い切ってやるっていう心持ちだったんですが、どうしてもモヤモヤしてしまって1月の中旬頃に3年日記に変更しました。というのも5年日記だと書くスペースが少なくて、どうしても書くことの内容がねすんごい薄くなっちゃって、
もっと書きたいのにってなってしまってたんですよ。もちろん5年日記の少なめなこのスペースをまず試したおかげで、毎日書くこと余裕じゃんみたいな、こう習慣だったりとか毎日使う自信もついたし、もっと書けるっていうことを知れたので、めっちゃいい経験になりました。もったいないけどね、ここでお別れしようと思います。3年日記のスペースの広さのおかげで、5年日記だとできなかった写真を貼ったりとか、ちょっと残しておきたかったものなんかも日記に貼れるようになりました。3年日記に変えて私はね、悔いなしです。今日の動画は最近買ったものの紹介でした。手に取ってみたいアイテムはありましたでしょうか？紹介したアイテムは概要欄に URL 付きでまとめてあるので、気になるものがあった人はチェックしてみてください。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。